どうもこんにちは、川口のキムです。皆さんいつも応援、そしてオーダーいただき本当にありがとうございます。こうしてね、たくさんオーダーいただけるからこそ岸澤ワークの活動として無事に続けることができています。いろいろ探り探りっていうところもあるので、完璧にとはなかなか難しいんですけど、真摯に制作、そして対応に取り組んでおります。今後ともよろしくお願いします。そして今日はそんなオーダーに関してお知らせがあります。岸澤ワークでは今 MTO、そしてビスポーク、ナンバーズコレクションとそれぞれ異なるラインというか製品作品たちがありますが、ビスポークの名称、オーダー方法だったり金額の変更を今回決めましたので、そちらのお知らせ動画になっております。 MTO に関してはこれまでと何も変わりませんのでご安心ください。主にビスポークいつかは欲しいなと、オーダーするのはビスポークだなとか、次はちょっとビスポーク行ってみようと考えていただいている方に向けて詳しく解説をしていきますので、ご興味ある方はぜひ最後までご覧ください。さて、まずは今までの話をしたいと思います。ビスポークは4年ぐらい前からやってるんですけど、現在ビスポークといってもビスポークとスタイルドビスポークの2種類があります。ビスポークの方は工房に来ていただいて足を測らせてもらって、それに合わせて個別の木型を作る。そしてデザインもいろんな革選んでいただいて、オリジナルのものから、こちらでご提案したりも含めて、お客さんがこういうものが欲しいっていうものだったり、それだったらこういう革どうですかみたいな、こういった提案も含めオリジナルの一足を作っていくと、こういったビスポークがあります。そしてスタイルドビスポークの方、こちらは MTO のデザインから選んでいただき、 MTO の木型ではなかなか合いづらかったりとか、いやそれなりに合ってはいるけどもっと自分の足にぴったりの自分専用の靴が欲しいんだという方に向けて足を採寸し、木型を個別に製作した上で、デザインは MTO のもの、そして革も MTO から選んでいただいて製作するというものですね。どちらもビスポークなので足にフィットしていくことに変わりはないんですが、スタイルドビスポークの方はちょっと仮縫いをなしにして納期を短く、金額も抑えてという形でやってました。基本的にはこのビスポーク、スタイルドビスポークと変わらないんですけど、よりちょっとぐちゃっとなっているところもあったので、今回整理しましたので、具体的にそれぞれどういったものなのか解説していきます。まずはこのスタイルドビスポークとしてやっていた方ですね。これ名前をシグネチャービスポークとします。そしてビスポークとやっていた方をこれアトリエビスポークとします。なので今後キッシュザワークの展開としては MTO、シグネチャービスポーク、アトリエビスポーク、そしてちょっと別枠ですけどナンバーズコレクションというのがあります。それではシグネチャービスポーク、どんなものなのか。こちらはですね、基本的には各地で開催される展示会でオーダーをお受けします。最近かなり展示会の開催回数も多くできるようになってきました。ありがとうございます。これもね、本当オーダーあってのことなので本当にありがたいことですね。こちらは MTO をメインにお受けしてるんですけど、シグネチャービスポークのオーダーもお受けします。これまでやっていたビスポークなんですけど、かなり制作足数が限られてしまって、もう正直2年近くオーダーをストップしている状況で、ちょっと、制作が立て込んでしまいまして、制作は進んでもう納品も結構させてもらったんですけど、なかなか非常に手間がかかるということもあって、どうしても作れる数が限定されてしまうんですね。なのでお受けできる時に再開してお知らせして、でありがたいことに予約がバッと埋まって、で制作に打ち込んでみたいな、そういうスタイルだったので、なかなかビスポークが欲しいけど受注が停止していて頼めないっていう状況になってたんですよ。それを何とかしたいなという思いもあって、今回ちょっとねラインを整理したんですけど、このシグネチャービスポークは主に展示会等で基本的にいつでもお受けできます。ちょっともしかしたらものすごくたくさんオーダーいただいてしまったりなんかしてしまったら、本当嬉しい悲鳴なんですけど、そしたらちょっと一回ストップみたいなことあるかもしれないんですけど、基本的にはオーダーはいつでもお受けできるようにしたいと思ってます。シグネチャービスポークの方はビスポークコレクションというクラシックな厳選されたデザインの中からベースとして選んでいただき、そこからご希望のものがあればそれに合わせて調整していくという形にします。分かりやすく言うとですね、 MTO のデザインたちとか、あと
ビスポーク用に作ってる見本があるんですよ。こういうものですねの中から、例えばこれだとホールカットなんですけど、じゃあホールカット、シグネチャービスポークでホールカット作ります。でこのホールカット選んでいただいて、例えば革を MTO のラインナップにないものを使いたいとか、継ぎ目位置を変えたいとか、こちらダイヤモンドキャップのロングバンプなんですけど、これダイヤモンドキャップじゃなくてストレートチップにしたいとか、ウイングチップにしたいとか、そういったクラシックのデザインの範疇、技術的にもそのクラシックの伝統的な範疇のものをお作りできます。なので MTO のデザインの中から選んでくださいという形ではなくて、かなり今 MTO のデザイン種類も多いので、普通の靴というか、普通のデザイン、一般的なクラシックな革靴としてのデザインっていうのはほとんど網羅できるんじゃないかと思います。で今ビスポークのこのコレクションとしての靴見本があんまり多くないんですけど、これも増やしていきたいと思ってますので、結構いろいろなことはできます。例えば他に言うと MTO モデルのマホガニありますよね。親コアナの飾りがあるんですけど、この飾りをなくしてくれとか、コアナだけにしてくれとかだったり、ホーソーンのアイレット数って今5つなんですけど、これを3つにしてくれとか、そういったこともできます。なのでシグネチャービスポークの場合は MTO の何というモデルを作るというよりは、MTO のモデルだったり、こういったビスポークのモデルがベースにありながら、ご希望に合わせてデザインを作っていく、そんな感じですね。一般的なビスポークと考えてもらって本当に全く問題ないと思います。まず足を細かく採寸させていただいて、木型を個別に製作します。そしてそれを使った仮靴の製作ですね。仮靴履いていただいてチェックします。で仮靴チェックの修正点を木型に反映させて本番の製作に入っていくという形ですね。これがシグネチャービスポークです。次にアトリエビスポーク。これはもう一般的なそういったビスポークの靴、クラシックなビスポーク、革靴としての靴というのはシグネチャービスポークで十分達成できるんですけど、それよりもっと先にというか、もっと枠を超えていきたいというご希望に応えるためのビスポークです。例えば極端な例ですけど、チャンピオンシップのローファーを作ってほしい、ダブルモンクを作ってほしいとか、技法で言うとホールカットだけど全く継ぎ目のないシムレスホールカットを作ってほしいとか、チェーンステッチを使ってすごくディティールの細かいところをやってほしいとか、クラシックな靴ではないかなりオリジナリティの高いデザインをやりたいとか、そういったものも個人的に作るのは好きですし、できる技術もある程度はあると思ってますので、より実用品としての靴というよりは作品的な側面も持つような靴、作品作り的な部分に重きを置いたビスポークラインがアトリエビスポークですね。これまでビスポークとあったんですけど、それをシグネチャービスポークとアトリエビスポークに分けたというか分岐させたようなイメージです。なぜこうなったかと言いますと、やっぱり先ほども申し上げた通り、ビスポーク制作が時間かかってしまいすぎちゃって、なかなか数が作れない、オーダーをお受けできないという状況。こうなる要因の一つが、僕が手が遅いっていうのはあるんですけど、複雑なオーダーがやっぱり多いんですね。で中にはいや全然そういうんじゃなくて、自分に合っているこのセミブローグのデザインで欲しいみたいな方も全然いらっしゃるんですよ。ただそれが同じビスポークに行ってしまうと、金額的にも手間とかこの作品性、試作とかも考えると、もっと差がついてもいいものが同じところに入ってしまい、納期的にもそこが同じになってしまうので、クラシックなビスポークの靴作りと作品としてのビスポーク作りの部分を分けることによって、お客さんにとっても機種にとっても適正な価格と適正な納期で、収められるんじゃないかと思いまして、こういったビスポークの分岐という判断に至りました。ということで、今後はシグネチャービスポーク各地で開催する展示会でオーダーを受けてきます。ただ一番難しいのはシグネチャービスポークとアトリエビスポークの境目なんですね。このデザインはシグネチャービスポークの範囲内なのか、それともアトリエビスポークに入ってしまうのかというところは、これ正直なところ、これっていうはっきりした境界線はなくてですね、例えばアトリエビスポークになるデザインとしては、チェーンステッチがあるとか、シームレスホールカット系がどこかのパーツがシームレスホールカットになっているとか、つなぎ目がないっていうのは結構高度なことをやらなきゃいけないので、
そういったものが含まれていることだったり、完全にこんな靴見たことないぐらいなオリジナルのデザインみたいな、そういうのはアトリエビスポークになると思います。逆にシグネチャービスポークで分かりやすく収まる範囲というのは MTO のデザインを自分の足に合わせて作るっていうのはもちろんですし、ビスポークコレクションとして見本がある靴のデザインだったり、あとは広く一般的に知られているデザインですね。今はビスポークのコレクションの中にはないんですけど、例えばフルブローグのアデレードだったりとか、相当羽のフルブローグとか、あとストラップ系ですね、モンクストラップとか、そういったものは基本的にシグネチャービスポークでご対応できます。ただやっぱり最終的にはこのシグネチャービスポーク、アトリエビスポークの境界線って一概にこうだからこうとは判断ができないので、ぜひオーダーご検討の方はご相談いただきたいです。というのもですね、こういうデザインだったらこうだなとか、この革を使ってこうだからこうみたいなことを普段僕ビスポークオーダーをお受けするときに考えながらやってるんですね。実際にどうやって作るかっていうところを想像しながらデザイン最終的に決まっていきますので、事前にご相談いただけると想像して、それだったらできます、それはちょっとアトリエビスポークじゃないと難しいですみたいなことをお伝えすることができます。で、展示会でシグネチャービスポークオーダーいただける際は、事前にちょっと今度オーダーしに行きますと連絡いただけると大変助かります。事前にお知らせいただかなくてもオーダーお受けするんですけど、シグネチャービスポークって MTO の定番の革以外からもお選びいただけます。こういう革が欲しい、こういうデザインが欲しいっていうのを事前に教えていただければ、展示会に革持って行ったりもできますし、ちょっとバタバタしちゃったりとか、ビスポークだと綿密に相談でゆっくりできるとより良いと思いますので、事前に相談いただけてると時間の調整とかできると思います。シグネチャービスポークの前身ですね、スタイルドビスポーク MTO のデザインをお客さんの足に完璧にアジャストしていく。でもうすでに何足もオーダーいただいてまして、それの実例を紹介しますね。こちらはアルダーですね。幅甲ともに大きめの方だったので、 MTO のコンフォートラスト、ゆとりのあるラストですね。でもなかなか収まりづらかったのでビスポークでオーダーいただきました。アルダーのデザインのバランスを崩さずにお客さんの足に完璧にアジャストしていってます。そしてこちらはペカンですね。コード版でオーダーいただいてますね。こちらの方は MTO でもオーダーいただいてるんですけど、ビスポークの履き心地、 MTO の履き心地どちらも好きだという、なかなか足の感覚の超えたお客さんでして、今回この靴はスタイルドビスポークでオーダーいただいてます。こちらもスタイルドビスポークですね。 MTO のデザインにないんですけど、ビスポークのデザインにあった V フロントの3アイレットダービー、これがどうしても欲しいということでオーダーいただきましたね。革はこれ MTO の定番ではないアノネのシュリンクレザーですね。ビスポークで作ると足の個性が靴に出てくるので、より立体的というか有機的な形状になって、ビスポークらしさというのは葉っぱのデザインが同じだとしてもにじみ出てくるものがありますね。もちろん僕が自分用に作ったこちらのオリーブ色のフルブローグ、これ革は MTO の定番にないんですけど、シグネチャービスポークであればこういったクラシックなデザインで定番にない革でもお作りできます。木型から個別に製作するので、トーシェイプもご希望のものにすることができます。こういったラウンドとエッジの立ったチゼル、ボリュームのあるスクエア、少し先の細めのラウンドトート、これ以外にもご希望ありましたらいろんな形状を作ることできますね。そんな感じでシグネチャービスポークとアトリエビスポーク MTO ナンバーズコレクションとキシザワーク、もうありがたいことにオーダーいただけるようになってきて、欲しいと言ってくださる方に応えられるようラインを整理しました。そして直近のオーダー会のお知らせですね。7月の18日と19日東京にて完全予約制のオーダー会を開催します。こちら予約フォーム作りますので、そちらの時間空いているところからぜひご予約お待ちしてます。今回のオーダー会はシグネチャービスポークメインとして、もちろん MTO もお受けできます。各枠1時間半取ってますので、ゆったりとご相談できると思います。そしてキシザワークの公式ホームページ、内容をリニューアルしましたので、ぜひね、金額だったりとか納期だったり詳細についてもそちらでご確認いただけると幸いです。動画だとちょっと詳しい金額とかまで言及してしまうと、後々もしね値段が変わった時にこの動画が残ってややこしくなってしまいますので、
最新情報はホームページの方からお願いします。シグネチャービスポークであれば今まであったビスポークよりも金額は抑えめにしてあります。一方でアトリエビスポークは大変心苦しいんですが金額を上げさせていただきました。どれを選んでいただいても誠心誠意精一杯技術を魂をね注ぎ込んで制作しますのでご安心ください。概要欄にホームページリンク、そして予約フォームそれぞれ掲載しておきますのでぜひチェックのほどお願いします。ということで今回は岸澤区のビスポーク、そしてオーダー会のお知らせでした。今後も精一杯制作続けていきますので何卒応援よろしくお願いします。ではまた。